やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、QCY が販売している、低価格完全無線イヤホン、QCY-T13 だ。低価格モデルかつ、実用的な要素を高水準にまとめている。特に、iPhone ユーザーにおすすめの一本だな。この外観、どっかで見たことがあるかもしれない。いや、TWS ってみんな似てるけど、実は、このイヤホン、ゲオ仕様のものも販売されているんだ。そちらもレビュー済みで、価格よりも高水準の仕上がりで、満足度が高かった。T13 は、話す、聞く、長く使えるの、完全無線イヤホンの基本要素を高水準にまとめた一台で、かつ、音質に外れのない、QCY 製らしい音色の良さも持っている。唯一の弱点は、外装くらいと思いきや、より安価なゲオで販売されているモデルに比べて、表面がしっかり塗装されていて、薄っぺらいプラ感がなくなっているぞ。ここは質感重視の人にはかなり重要かも。形状は全く同じだけど、実は細かいところが違うんだな。装着感は良好。ちょっとイヤーピースが薄めで、装着が軽いけど、重量もほぼないので、耳から落ちるようなこともほぼないな。レシーバーを前方に突き出す感じで装着すると安定するぞ。充電はもちろん、USB キペックなので、そういったところは、しっかりと現行モデルの基本仕様を実現してるぞ。その性能は基本重視、といった感じ。最近のイヤホンがよく対応している、aptX ではなく、iPhone などで高音質で音楽を聴くための、AAC までの対応だ。なので、iPhone ユーザー向けに特におすすめなんだな。もちろん、Android でも使えるので、そんなに気にしなくてもいい。低遅延モードなども備えていて、ノイズキャンセル以外の仕様は一通り揃ってる。個人的に最も重視したいのが、長寿命のバッテリー。低価格モデルは、連続動作時間が短いことも多いんだけど、この QCY-T13 は、連続動作が8時間と、スタミナに優れていて、何かと充電が億劫な時にはかどるイヤホンだ。高音質な規格を採用すると、むしろ、処理の重さで連続動作時間は減ることも多いので、スペックを重視しない人は、こういう長寿命タイプにしておくと、後々何かと便利だぞ。それから、通話品質を高める、片側にマイクによる、通話時のノイズを抑える機能も積んでる、となると、マイクの品質が気になるよな。QCY はここら辺のマイク設計が適正なので、良いものが多いんだが、実際に喋ってみた音声がこちらだ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。QCY-T13 を使って録音しています。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。QCY-T13 を使って録音しています。どうかな？変にこもったりせず、全く問題なく通話できる品質になっている。ちなみに、Windows 上での録音だけど、音量の方も問題なかったぞ。というわけで、足回りに関しては、aptX 系のコーデックに対応していないことを除けば、高水準でまとまっている。あ、当然のごとく低遅延モードも積んでるので、ゲームなんかで使っても安定するな。というわけで、ここまで隙がない仕上がりになってるんだけど、音質の方にも隙がない。T13 が採用しているのは 7mm ちょっとのドライバー。この手の完全無線機が採用していることの多い 6mm より若干大きく、バッテリー寿命と低音の量感のちょうど良いところが狙えるサイズだ。振動板も反応が良いものが採用されていて、高音質、低音質ともに良好だぞ。兄弟機の方は、掴んだ複数名から、完全無線イヤホンこれでいいじゃん、という感想を聞いたことがあるんだけど、T13 に関しても、音質、使用感ともにこれでいいじゃん、感が強い。普通に高音質で、かつ実用的、なおかつ安い、音質にこだわってる人でも、十分納得できる仕上がりになってるぞ。音色について話そうか。T13 の魅力は、ハキハキと反応良くなる高音域。さっぱりとした中音域、そして、程よく引き締まりつつ、量感のある低音域だ。細かく聞いていくと突っ込みどころがあるかもしれないけど、爽やかになって心地よいイヤホン、かつ、空間を感じるなり方になっていて、低価格機にありがちな、音は悪くない、空間は普通、といった仕上がりからは離れた、空間表現的にも満足度の高いイヤホンになってるぞ。ただ、開放感が高いせいで、音量が上がってると、女性の音声などがせんすぎる場合がある。ひっくり返すと、低音量でハキハキ聞こえるので、小さな音量でしっかり聞き分けたい人に便利だ。特に、この女性ボーカルの鋭さはこのイヤホン特有のもので、音量を上げないでも満足度が得られる。逆に言うと音量を上げるとしんどいイヤホンにもなってる。この特定音域の鋭さだけ注意するべきだな。でも、この特性によって得られる、この価格帯のイヤホンとしてはかなり開放感や抜けを感じる音色は、この T13 でしか味わえないものになっているぞ。
シャープな音と、低音の量感が同時に欲しい人におすすめだな。音色を分解してみよう。高音域は鋭いけど、金属質でない。どちらかというと、解放度が高くて、鋭く響くから強い、という印象。ボーカルもハキハキ出て、こもらない。ただ、前述の通り、一部の高いボーカルが鋭くなりすぎる傾向があるので注意だ。低音域、7ミリらしい、量感とソリッドさのバランスの取れた音、鋭い他音域を崩さないけど、量感も伴うので、感触系で楽しく聴けるイヤホンになってるぞ。で、ここに開放感の高い空間が組み合わされるので、低価格ながら、独自の武器を持った楽しいイヤホンだ。刺さりが苦手な人は、半開放タイプや、より上位のモデルを検討するのもありだと思う。QCY-T18 なんかは、同じソリッドさを持ちつつ、高音やボーカルが刺さらないので、より汎用性の高い音色になっているぞ。というわけで、低価格ながら、充実を通り越して有能な基本性能と、唯一の個性を備えた音質が魅力的な一台だ。低価格イヤホンの買い替えを検討してる人は、2年くらい前に令和最新版とか言ってた気がする系の怪しいやつより、QCY のような安牌に走ることをお勧めするぞ。と、こんなところだな。基本を踏まえつつ、しっかり使いやすい機能がついてる、こういう出来のいい普及型は、安定感があるので、高級機持っててもついつい使いがちなんだよな。かつ、音質が個性的なので、なかなか飽きにくい TWS になってると思うぞ。といったところで今回はここまで。